FX でトレードをする際に、1日に1万円稼ぐといった目標額を決めていませんか？もし、このような目標を立てているなら、少し苦労するかもしれないので、今すぐ目標額を撤廃してしまいましょう。では、なぜ1日に1万円稼ぐといった目標の立て方があまり良くないのでしょうか？今回は、このことについてお伝えしていきます。1日の目標を金額で決めない方がいい理由。FX で1日の目標を金額で決めない方がいい理由に、無理にトレードをして大損する可能性があるからです。なぜなら、トレードチャンスというのは、スキャルピングでない限り、毎日何回も訪れるものではないからです。それなのに、1日の目標額を決めてしまうと、トレードチャンスでもない場所でエントリーをしやすくなります。チャンスでない場所でエントリーをすれば、そこに優位性はないので、当然負けやすくなります。無理なトレードで負けてしまったら、1日の目標額から遠ざかることになるので、損失を補填するために、またチャンスでもない場所で強引にエントリーをしてしまいます。しかし、再エントリーをしても、またしても優位性のない場所でトレードをしていることになるので、負けてしまいます。そしてまた負けると、1日の目標額から遠ざかって、損失を取り返そうとしてまた余計なエントリーをする。こんなことを繰り返すうちに、資金がどんどん減っていき、1日1万円の目標だったのが、1日5万円の損失になってしまいます。この状態で次の日を迎えると、昨日は5万円も負けたから、今日は最低6万円は稼がなきゃ、なんてことになり、またエントリーチャンスでもない場所でトレードをして、前日と同じ結果になってしまうのです。こうなると、1日の目標が1万円稼ぐはずだったのが、損失を取り返すのが目標になってしまい、どんどん無理なトレードをすることになります。そして結局、口座資金のほとんどを溶かしてしまうのです。このようなことが起きやすいので、FX では1日に稼ぐ目標を決めない方がいいのです。FX に自己都合を持ち込まないこと。1日に稼ぐ目標を決めることは、自己都合を相場に持ち込んでいることになります。そもそも相場というのは、ランダムに動いているように見えますが、よく観察してみると、動きを予想しやすい簡単な場面と、動きを予想しにくい難しい場面というのが存在します。FX で安定して勝ち続けるには、動きを予想しやすい簡単な場面が来るまでひたすら待ち続けて、トレードをすることが大事なポイントになります。しかし、そのような場面は、相場次第なので、いつ来るかわかりません。そのような不確実な世界に、1日1万円稼ぐ、みたいな確実な目標を持ち込んでしまえば、難しい場面でのトレードが増えるので、必然的に負けやすくなるのは想像できますよね。トレーダーというのは、相場の部下みたいなものです。上司の指示を無視して失敗したら、お給料が減らされるのと同じ感じです。相場がわかりやすい場所を指示していないのに、無理にトレードをして失敗したら、自分の資金が減っていくだけです。自分都合で1日の目標額を決めて、相場状況を無視し続けながらトレードをしていたら、FX の世界で生き残ることは非常に難しくなります。だからこそ、相場に自分都合の目標を持ち込むべきではないのです。1日の目標額を決めると悪い癖がつく。FX で1日に稼ぐ目標額を決めると無理なトレードが増えます。無理なトレードをして負けると、今度はその負けを取り返そうとして、また強引にトレードをしてしまいます。これを繰り返していくうちに、本来のルールとは違うトレードが癖づいてしまい、せっかく作った勝てる手法が全て水の泡になります。しかも、損失額が大きくなっていくにつれて、これ以上損をしたくない気持ちや、取り返そうとする気持ちが強くなって、過剰なロットでのリベンジトレード、ポジポジ病、損切りできない、難品といった悪い癖がついていきます。このような悪い癖がついてしまうと、抜け出すのにものすごい時間が必要になり、FX で安定して勝ち続けることから大きく遠ざかっていきます。過去の私自身も、1日に1万円を稼ぐみたいな目標を立ててトレードをしていました。ですが、負けが続いて1日の目標が遠ざかっていくと、早く取り返したい気持ちから強引にトレードをしていました。そのせいで悪い癖がついていき、結局1000万以上を失った経験があります。FX はお金を増やすためにするもの。FX というのは基本的に
お金を増やすためにするものですよね。トレードをすること自体の目的ではないですよね。FX で稼ぎ続けている人というのは、自分が勝ちやすい場面まで我慢し続けることが稼ぎにつながると考えています。スキャルピングを除いては、トレードをたくさんすることが稼ぎにつながるとは考えていません。それに、スキャルピングをして稼いでいる人も、すべての場面でトレードをしているわけではなく、その人の中で勝ちやすいポイントをしっかり把握してトレードをしています。1日に稼ぐ目標金額を立てることで、無理なトレードを誘発するなら、それはお金を増やす目的ではなく、トレードをすることへ目的が変わっている証拠です。こういうことになるのであれば、1日単位で考えるよりも、1ヶ月単位や1年単位など、長い期間で見据えて、トータルで考えるようにした方がまだうまくいきます。そもそも、FX をやる目的って、自分が生きている間にお金を増やしていくことですよね。ということは、1日単位で負けても、1ヶ月で勝てばいいわけです。さらには、1ヶ月単位で負けても、1年でプラスになればいいし、究極的に言うと、自分が FX をやめるまでに、トータルでプラスになればいいのです。このように考えると、1日に稼ぐ目標金額を無理に決める必要がないのがわかりますよね。FX は 99% は我慢。FX で安定して稼ぎ続けるには、99% が我慢だと思った方がいいです。そもそも相場自体が 70% がレンジ相場なんて言われているくらいです。ということは、残りの 30% はトレンド相場になって、その中でさらに自分が勝ちやすいポイントを絞っていくと、我慢して待ち続ける時間の方が圧倒的に長くなるのが理解できると思います。仮にレンジ相場でトレードをするにしても、その中で勝ちやすいポイントは限定されるので、どちらにせよ、待つ時間の方が長くなります。このような状況の中で、1日に1万円を稼ぐ、みたいな目標を立てると、毎日必ず1万円を稼げるという前提でトレードをしやすくなるので、我慢はできなくなります。そしてこのことが、無理なトレードを引き起こして、大損へつながっていきます。それに、FX はエントリーを絞ってトレード回数を少なくしても、安定して勝ち続けることができます。例えば、私がするトレードは、トレンドに沿った押し目買いや戻り売りなのですが、1ヶ月に10回未満の時も普通にあります。それでも、トータルでプラスになっているので、何の問題もなくトレードができています。そのトレード内容について詳しく知りたい場合は、この動画を見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。なぜ多くの人が1日の目標額を決めてしまうのか。過去の私を含めて、多くの人が1日に稼ぐ目標額を決めるのは、一般社会の考えをそのまま持ち込んでいるからです。例えば、一般社会では基本的に、働けば働くほどお金が稼げますよね。この感覚が脳裏に染みついているので、FX でもトレードをすればするほど稼げると考えてしまうのです。しかし、FX では、たくさんトレードをしたところで、それが全て稼ぎにつながるわけではありません。むしろ、無理にトレードをすればするほど、お金は減っていきます。やればやるほど稼げるというのは、一般社会の中での成功法則です。そして、1日に稼ぐ目標金額を決めることは、一般社会の中での考え方になります。優秀な経営者ですら、FX をやって大損する人が多いくらいなので、FX の世界では、この考え方にあまり効果がない証拠です。FX で稼いでいきたいのであれば、このような一般社会の考えとは真逆の方向へ、考えを変えていく必要があります。FX での正しい目標の立て方。FX の世界では、1日に稼ぐ目標金額は立てる必要がありません。もし、目標を立てるのであれば、ルールに沿ったトレードをする。これだけで十分です。そもそも、FX でリアルトレードをしているということは、勝てるトレードルールがあるからですよね。そのルールに従っていれば、自分が望むような金額を稼げることが分かっているからトレードをしているわけですよね。ということは、1日に稼ぐ目標金額なんて決める必要がないわけです。それであれば、目標を立てるにしても、ルールに沿ったトレードをする。これだけで十分ですよね。もし、これだけだと不十分に感じるなら、損切りを徹底する。損切り後はチャートを2時間見ない。感情でトレードをしない。など、
結果に対する目標ではなく、プロセスに対する目標を立てるのでもいいと思います。ルールに沿ってトレードをしていれば、トレード結果が安定して、お金は勝手に増えていくので、金額的な目標は立てる必要はありません。ですから、基本的な考え方としては、その日のトレードがプラスになろうがマイナスになろうが、自分のルールに沿ったトレードができれば、それで大成功なのです。一般的には、FX 以外のことであれば、大きな目標を立ててから、毎日の目標を立てて進む方が効果的だと言われています。しかし、FX の場合、自分の大切な資金を危険にさらして資金を増やしていく性質上、毎日1万円稼ぐ、なんて目標を決めつけてしまうと、余計な力が入って逆効果になりやすいです。よって、FX に関しては、1日の目標などは無理に決めずに、自然体でトレードに取り組んでいくのが、一番結果が出やすくなります。まとめ。今回は、FX で1日の目標を、金額で考える必要がない理由についてお伝えしてきました。FX をする場合、年間で1000万稼ぎたい、1億稼ぎたいといったように、目標金額を決めたりしますよね。これはこれで、モチベーションを高めるためにはいいことだと思いますが、1日単位での目標を決めてしまうと逆効果になることが多いです。このようなことを防いで、FX で稼いでいくためにも、1日の目標は立てずに、自分のトレードをやり続けることだけに集中していくのが一番です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。